佐藤さん、今日は、はい。なぜ台湾に投資するのかというテーマでお話を伺いたいんですね。はい。私もNISAはやってるんですけれども、日本株か、オルカンオールカントリーか、S&P500、はい。そのあたりには投資をしてるんですけれども、なんで台湾に投資するのかなっていうところがまだぼやっとしているので、いろいろ聞かせてください。はい。そうですね。日本と近いし、旅行に行ったりとか、はい、食べ物とか、なんかみんなよく知ってると思うんですけども、どんな企業があるとか、経済の成長とか、意外と知られてないんで、ぜひお話しさせてください。はい、よろしくお願いします。お願いします。佐藤さんおっしゃった通り、確かに旅行先としてはすごく身近だなっていうのは思うんですけど、実際に台湾ってどんな国なんでしょうか？最近行かれた、佐藤さんも台湾実際に行かれてると思うので、それを踏まえて教えていただきたいなと思います。ありがとうございます。すごく経済成長してて、今一人当たりの GDP だとだいたい4万ドルぐらいで、ちょっと日本も超えてる水準になってきてるっていう。で、街はすごく素敵な街だし、デザインとかアートもたくさんあるんですけども、一方で産業、特に半導体とか AI とか、そういうもので優れた会社がたくさんあるし、それからヘルスケアにもありますし、国自体がそういう分野に力を入れて成長してきてるっていう、そんな感じですかね。はい。旅行以外にもいろいろと見どころがありそうですね。そうですね。いわゆる B2B っていう企業間取引の会社が多いので、我々日本にいると気がつかないんですけども、そういう会社がたくさんあるっていうのが特徴だなと思います。はい、ありがとうございます。早速投資のことをお伺いしていきたいんですけれども、実際に台湾市場が注目されている理由ってやっぱり AI なんでしょうか？はい、台湾市場今時価総額だと世界で5番目ぐらいまでなってきてるんですけども、はい、おっしゃる通り AI を中心とする IT の会社が時価総額に占める比率が世界の中でもすごく高くて、僕らの試算だと8割ぐらいそういう構成比になっていて、これは日本だと 24% とかそのぐらいだし、他の国はもっと低かったりとかですね、アメリカでも 50% 切ってるぐらいなんで、そういう意味だとすごく高いということですね。AI、半導体、その他エレクトロニクスに関わるところで、上場している会社も時価総額が大きい会社をこう並べてみると、10社中6社、もうちょっと今増えてる可能性ありますけども、IT 関係になってますね。はい、ありがとうございます。まさに今から台湾市場を引っ張っていくのはIT 関係だというところなんですね。はい、IT に投資するんだったら台湾っていう考え方はできるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。IT とか AI なら台湾っていうのが私は少し意外だったんですね。はい、というのもやっぱり AI って言われると NVIDIA とかマイクロソフトとかそのあたりがメインなのはそうだと思うんですけれども、台湾の企業は実際そのあたりってどういう関わりをしてるんでしょうか？はい、ありがとうございます。AI を実現する、みんなが使えるために実現するために、実は台湾企業がいろいろ力を発揮してるっていう。で、有名な会社だとTSMC という半導体の会社だったりとか、それからそうですね、AI だとサーバーの作っている会社とか、あるいはデータセンターで電源とか、あと冷却のための装置を作っている会社とか、B2C のところで僕らの見えないところで活躍している、それも世界のトップレベルで活躍している会社が多いというのがすごく特徴だなと思います。ありがとうございます。なんか私たちが AI 使ってる時の縁の下の力持ちといいますか、なんかそんな存在なんですかね。そうですね。縁の下の力持ちであり、台湾企業がなければ実は AI のこのエコシステムっていうか、この一連の活動が回らないっていう、そんな存在だと思います。はい、ありがとうございます。台湾ってもともと AI とか半導体に強い国だったんですか？いい質問ですね。もともともうだいぶ前ですけども、産業の発展でいうと1970年代ぐらいからおもちゃとか、あるいは自転車とか、あとシューズとか、
服とか、なんかこういう軽工業っていうんですかね、そういうもので成長していった時期があります。今でも強い分野もいくつかありますけども。で、その後、PC とか、家電テレビとか家電とかを、台湾で作る OEM とか ODM って言って、大手の、知られてるブランドのものを作るみたいな時期があって、その後に半導体。で、半導体もPC 用のものもあるし、スマートフォン用のものもあるし、とか、あとスマートフォンを組み立てるようなことを台湾のメーカーが、やるとかっていう時期があり、そういう意味で言うと半導体のサプライチェーンの中で、活躍してたところで、本当に最近ですね、2020年以降、それがより進化していって、その AI 向けの半導体とか、AI に関わるものとか、半導体とか、それからデータセンター向けの製品とか、こういったものに、なので、その IT が進化していく上で、ものづくりの力をもともと持ってたものをどんどん進化させて、今に至るっていう、そんな感じです。ありがとうございます。なんかちゃんとこう、半導体がそれこそ必要なところに合わせて、ちゃんとものづくりができるっていうのも台湾の凄さなのかもしれないですね。そうですね。そうすると台湾の株式市場も伸びてるのかなっていう想像はつくんですけど、実際のところはどうなんでしょうか？はい、そうですね。90年代頃からもうすごく伸びてまして、台湾ドルで3兆ドルぐらいだったものが今直近だと150ドルぐらい。12月末、去年の12月末だと90兆ドルみたいな感じですね。ただ中身がすごく変わってて、当初金融の比率が結構高かったり、さっき言った工業が多かったんですけども、なんで IT は本当に数%しかなかったんですけども、今は80% 近くが IT になってきてるっていう。だから市場そのまま大きくなって中身もものすごく変わってきたっていうことがありますね。で、例えば過去5年で世界の主要なマーケットと比較すると、アメリカよりも日本よりも台湾の市場の成長の方が大きかったっていう、そんな感じになってます。ありがとうございます。すごい右肩上がりですもんね。そうですね。はい。具体的に台湾の企業っていうと、半導体だと先ほどもお話にあったように TSMC、それはやっぱりニュースとかでもよく聞くんですけど、他にも有力な会社ってどういったところがあるんでしょうか？ありがとうございます。TSMC は本当に有名な、もう世界的な大企業ですけども、これは半導体そのもの、チップを作っている会社ですけども、同じチップを作っているところでもちょっと違う、設計をしている会社で、メディアテックっていう会社だったりとか、あと AI のインフラですね、そのサーバーの電源を作っている会社とか、あるいはネットワークを作っている会社とか、アクトンっていう会社やデルタっていう会社みたいなところもありますし、それから先ほど言ったそのスマートフォンを製造してたような鴻海、フォックスコムって言われたりしますけども、こういう会社は今AI のサーバーを作ってるようなところっていう会社がいくつかあったりとかですね。だから AI エコシステム全体でやってるということで、 TSMC は確かにその中核ですけども、その他とても大きな活躍している企業がたくさんあるっていう今の状態になっています。はい、ありがとうございます。一言に IT とか AI の企業って言っても担ってる部分が違うんですね。そうですね。エコシステム全体を支えてるっていう感じですね。はい、ありがとうございます。今までのお話で台湾の株式市場が伸びてるっていうことはよく分かったんですけれども、実際に投資するってなった時に期待できるのは成長の方で、配当っていうのはあんまり期待できないんですかね？そうですよね。台湾の会社の経営者の方々はその成長と株主還元っていうのを両方考えている会社が多いような気がします。で、実際にそのいわゆる配当成功、利益に対してどれぐらい配当するかっていう配当成功を比較してみると、台湾は 50% 以上ということで、日本が30数%とか、あるいは S&P でも 30% 台前半とかっていうことに比べてむしろ高いですね。で、個別の企業を見てみると、そのビジネスモデルがファブレスって自分で工場を持たない
形でビジネスやってる会社は設備投資が必要ないんで、実はたくさん配当するということで、メディアテックだと過去を見ると 80% ぐらいの配当成功とかですね、50% 以上の配当を普通に出している、成長しながら高い配当成功を出している会社も結構ありますので、もちろん個別にですけども、一般的には日本企業よりも配当に対する意識が高いように思います。ありがとうございます。そんな台湾株って、もちろん台湾の方は投資されると思うんですけれども、海外の投資家さんからはどんな風に注目されてるんでしょうか？そうですよね。日本の投資家の間で台湾株ってあんまり注目されてないかもしれませんけども、実は世界的には注目されてるんですね。で、海外投資家比率というのを見ると、45% ぐらいなので、市場の、半分近くが海外投資家になっていて、これは日本だと 30% 強ぐらいだと思いますので、日本よりも高いということで。で、その背景にも、経営の、透明性とか、それから、ESG というガバナンスもしっかりしてるとかですね。あとは、例えば女性の活躍、ジェンダーギャップみたいな指数、係数あると思うんですけども、日本よりももちろんですし、アメリカよりもむしろ進んでるみたいな。で、我々も台湾の会社いろいろ回ってみると、どうでしょう。IR の方々とかって、コミュニケーションの方々って、今回お会いした中で、10人いらっしゃったら9人女性の方みたいな、ところとか。もちろん部署によっていろいろあると思いますけども、そんな形でですね、ちょっと外からはあんまりよく見えてないけども、そういうオープンで、あとESG も進んでるっていう、そんなマーケットだと思います。そうなんですね。はい、いや今ちょっとびっくりしました。半分ぐらいの方なのかなと思ったので、9人もっていうのはびっくりしましたし、実際にこうやって順位とか、いろんなスコアとか出ますけど、なんか実際に見てこられた方のお話聞くっていうのも投資するときに、実態を知れそうだなっていうふうに思いました。そうですね。なんかすごくやっぱり外に向いてる感じがしますね。そのコミュニケーション力とかで英語でのコミュニケーションとかもうすごく普通に皆さんされてる感じがします。ありがとうございます。佐藤さん、ここまでお話を伺ってすごく私台湾投資にポジティブな今気持ちでいるんですけど、やっぱり投資するってなった時にリスクの面も欠かせないところだと思うんですね。でリスクの中でも主に地政学リスク、そのあたりって台湾の企業はどのように対応してるんでしょうか？はい、そうですよね。皆さん気になるところだと思います。で、実際のところですね、地政学リスクあるとして、台湾の企業の対応ということで言うと、一つは輸出先を分散するっていうことをやってます。で、今までは比較的、例えば中国、台湾の比率が高かったものが、それが世界に分散するっていうことを、やってきておりますので、それが一つのポイントですね。それからもう一つは、生産拠点をどんどん多様化しているということで、台湾、それから中国というところだけでなくて、アメリカや、アジアや、他の国、それから TSMC で言えば日本の熊本に拠点を持つとかですね、こういう分散をしてきているというのが企業の動きとしてはあるということですね。それから海外投資家の方と話してると、一つはその地政学リスクはみんな認識してるっていう意味では一定程度その株価に売り込まれてるっていう可能性はあるのと、それからもう一つは先ほどから言ってる AI のエコシステムにおいて台湾の影響力が大きいので、実はなんか地政学リスクが顕在化した時は別に台湾だけじゃなくてアメリカの会社も日本の会社も世界中の会社が関わってくるっていうことで、台湾だけのリスクではないっていうことでもあるということかなと思います。ありがとうございます。なんか台湾のリスクみたいに捉えてましたけど、実は台湾だけじゃないよねっていう視点。それもあるということですね。ありがとうございます。輸出の分散と生産拠点の分散が主にやってる、企業はそういうことをここ数年の間にだいぶ進めてきてるっていう感じですね。なんかどう対応してるのかなっていうところが分かってちょっと安心しました。
佐藤さん、ここまで台湾株式市場の成長性、そしてリスクについてのお話も伺えたところで、私これ投資しようと思ったらどういう選択肢があって、かつ初心者向けとか中級者向けとか上級者向けとかあれば、そのあたり教えていただけますか？そうですね。初心者の方は、日本株もそうですけど、投資信託もしくは ETF のような、市場全体に投資するっていうところが入り口としてはいいのではないかなと思います。それからもちろん上級になってきてもっと深く理解が進んだ折には個別の企業に投資をするということもできますので、いくつかの選択肢があるということですね。はい、ありがとうございます。はい、入り口としては、投資信託とか ETF とか、はい、そのあたりをちょっと私は調べてみようと思います。はい、では最後に、これから台湾の株に投資してみようって思っている方にメッセージをお願いします。はい、そうですね。いろいろ申し上げましたけども、中長期的に、AI あるいは半導体の成長、未来に投資するんであれば、世界の市場の中で台湾市場が魅力的であるというのが一番大きなメッセージかなと思います。はい、今日はたくさん教えていただいてありがとうございました。ありがとうございます。